それどうも、今回は暑い時期にドハマりするであろう冷やし担々そうめんを作っていきます。そうめんです。ちょっと辛くて冷たいもの食べたいなと。なるほど、担々麺があるじゃないかとなりますよね。でもそこで麺がそうめんみたいに軽くてつるっと喉越しが気持ちよくスイスイ食べれたら、これはもう最高だときっと思います。僕ね、思いました。でこれ割とサクッと作れて気に入ってるレシピなんで、とりあえず作り方紹介していきますね。最初は豚ひき肉のミンチに塩をしておいて、その後ニラはもう刻んでおきます。で長ネギのこの青い部分もですね、細かく刻んでおいて、肉味噌を最初作るんですけど、このネギの青いところも全部入れます。白い部分のネギは白髪ネギにしておきましょう。このネギの芯のところは白髪ネギには使えないので余っちゃいますから、先ほど青ネギでカットしてたサイズにしてそこに混ぜるのをおすすめします。それでこの生姜は肉味噌用ですね。はい、チューブでももちろん大丈夫です。本当に状況に合わせてどちらが良くてどちらがダメっていうのはあまりないような気もするんで。はい。で、フライパンはちょっとね、強火で熱しておいて、ほぐしながらこの豚ひき肉を炒めていく感じです。しっかりと油出していきましょう。でこんな感じでね、結構たっぷり油出てくるんで、そこに刻んだ先ほどの、青ネギの部分ですねとニラを加えます。いいですよね、青い野菜がたっぷり入ってて。この肉味噌ね、うまいんですよ。いや、ニラが入るとね、うまいですね。目安としては肉が半分ぐらい色づいてくるあたりですかね。これぐらいです。全部がしっかりと色づくというよりは半分ぐらいです。で、端に寄せて空いた隙間に生姜と甜麺醤と豆板醤を加えて、これもしっかりと炒めていきます。やっぱね、甜麺醤も豆板醤もこう炒めるっていう感覚で、フライパンの中で混ぜ合わせていくといい感じに仕上がっていくと思います。あとは少々鶏ガラスープの素、あと醤油を少し入れて、砂糖も小さじ1/2ぐらい加えました。あと紹興酒ですね。なければ日本酒でもいいと思うんですけど、紹興酒あると全然香り変わってくるんで、できれば紹興酒がいいです。最初お肉炒めた段階では強火なんですけど、ニラと、ネギ加えたらもうそこからは中火です。強火でガンガン攻めるのもいいんですけど、あれですね、甜麺醤とかが加わってからちょっと焦げ臭くなっちゃったりしたら嫌だなと思ったりするんで、そういう理由もあって中火とかに下げることが多いです。はい、これで肉味噌ができました。一旦冷ましておきます。ちなみにご飯とかにねかけても美味しいと思うんで、ぜひぜひそうめん以外にも使ってみてください。この、そうめんというか担々麺ですね。担々そうめん、ニラがねたくさん入ってるからね、米によく合うんですよ。米にも。で、肉味噌冷やしてる間に担々スープのベースを作っていきます。ここからはもう超簡単ですね。肉味噌で完全に山場は越えました。練りごまと鶏ガラスープの素をよくすり混ぜて、めんつゆ加えます。めんつゆは3倍のやつですね。何でしたっけ、3倍に伸ばせみたいなやつ。あと、オイスターソース加えます。であと黒胡椒、ラー油、ごま油です。で、伸ばしていくのは豆乳です。苦手な方は牛乳と水ちょっと割ったやつとかでもいいかもしれないです。でもね、豆乳でも全然こう苦手な人が気にしてる感じにはならないと思うんですよね。なんでね、ぜひ一度これでやってみてください。そしたら沸いてるお湯のところにそうめんを加えて、さっと茹でたら氷水でしっかりと冷ましておきます。この冷たいものはね、妥協しないでしっかりとキンキンに冷やした方が美味しいです。そしたら盛り付けですね。先ほど作ったスープたっぷり加えて、そこにそうめんをちゃんと絡ませていきます。氷がねちょっとあるといいですね。ひんやりして
美味しいと思います。それで美味しい肉味噌をたっぷりと加えてください。この肉味噌とスープが絡まったね瞬間が、担々麺食ってるなっていう感じになるんで、あとは白髪ネギとスプラウトとかあるといいと思います。あとはチンゲン菜茹でたやつとかでもいいですし、水菜とかもいいですよね。で仕上げにラー油もう一回軽くかけて黒胡椒すると、個人的にはねいいアクセントになって好きです。もうわかるもうわかる。これはねうまい。俺分かっちゃうんだよなこういうの。あまりにうまい。もう夏毎日これでいいな。この肉味噌がまたねうまいのよ。そうめんと担々麺のスープ、あっさりした辛みでね交わり合ってんだけど、そこにこうアクセントで肉味噌がねバシッとくることで、食べたなと、しっかり食べたわ俺今日っていう感じになる。そうめんっていうのがまたねこれいいんすよね。もう軽さとねこのスープにしっかりと絡み合う感じが最高だな。というわけで担々そうめんでした。サクッと食べれるそうめんに担々スープのこの辛みですね、非常にいいバランスなんでぜひ試してみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。ピゼリと言いましてイタリアのですね、グリーンピース、右側、生ウニを添えてある方がコンソメのジュレをご用意してます。ライムのフレーバー、をつけた